ねえねえ、すみれ。最近、女性限定喫茶店の話題で盛り上がってるみたいだけど、どんな騒動なの？そうね、葵。この騒動は、あるインターネットユーザーの投稿がきっかけで始まったのよ。その投稿がこれで、こんなにも女性専用に入り込みたい、もしくは潰したい人がいるの変わらないな。昔、女性専用のバーを経営している女性オーナーがいて、断っても男性が入ってくるから途中から会員制に変更した。それでも入ろうとするから看板なくして入店は、Cカード発行にしてた。男を断るだけでこのコストよ、という内容だったの。へえ、でも、その投稿自体には問題なさそうだよね。何が炎上の原因になったの？鋭い指摘ね、葵。実は、この投稿自体には大きな問題はなかったの。炎上したのは、この投稿につけられた引用ポストが原因なのよ。へえ、そうなんだ。その引用ポストってどんな内容だったの？その引用ポストがこれで、女性専用漫画喫茶が閉店したのとまんま一緒だ。何度見ても本当に意味わかんねえ。うどこさんマジで得体の知れない生き物すぎる。これ人間マジでというものだったのよ。うわ、なんだかすごい言い方だね。でも、これがなぜ問題になったの？そうね、問題になったのは、この引用ポストの投稿者が過去に閉店した女性専用漫画喫茶の例を持ち出して、男性を批判したことなの。でも、どうやらその例が事実と異なる可能性が高いとして炎上してしまったのよ。そうなの？じゃあ、その女性専用漫画喫茶って実際はどうだったの？その女性専用漫画喫茶は2022年に閉店したビブレ仙台というお店なんだけど、閉店理由が男性がめっちゃ来るからと言われていたの。でも、詳細を調べるとかなり問題のある点がいくつもあったのよ。へえ、どんな問題があったの？まず、営業形態がとても変わっていたの。営業日は月曜日と木曜日以外の完全予約制で、予約がない日は臨時休業、営業時間も日によってめちゃくちゃと。これじゃあ、常連客もつきにくいし、経営としては厳しいわよね。確かに。でも、漫画喫茶なんだから、漫画とか飲み物はあったんでしょ？実はそこにも問題があったの。なんと、店での飲食物提供が一切なかったのよ。しかも、漫画もかなりニッチなジャンルの BL、ボーイズラブだけだったの。それって漫画喫茶って言えるの？飲食物もないし、漫画の種類も少ないし。そうなのよ。これじゃあ、ビジネスとして成り立つのは難しいわよね。喫茶店なのに飲食物なし、予約制で人が来なかったら休業、漫画も BL のみという、これは経営として失敗するのは明らかだったと言えるわ。なるほど。でも、なんで男性のせいにしちゃったんだろう？それがね、どうやら経営破綻の責任転嫁だった可能性が高いのよ。漫画喫茶というのは設備事業だから、稼働率を上げないと収益が出ないの。店主には申し訳ないけど、これは男性の訪問のせいじゃなくて、経営の失敗が原因だったことは明らかよね。そっか。でも、夜中に男性が来たっていうのは本当なの？その点についても、いくつか疑問があるの。Google マップなどで調べても、女性限定漫画喫茶とは一切書かれていないし、同じビル内にメンズエステやマッサージ店も入っているのよ。だから、男性が間違えてきてしまう可能性もあったのよ。ああ、なるほど。じゃあ、男性が来たのも仕方ない部分もあったんだね。そうね。それに、閉店の1ヶ月前には理由を言わずに、翌月いっぱいで閉店します、と告知していたのに、閉店日になって突然、夜に男が来るから閉店したんです、と言い出したの。これも不自然よね。確かに変だね。でも、もし本当にそのような迷惑行為があったなら、公式 X とかで注意喚起とかしてたんじゃないの？鋭い指摘ね、葵。実は、閉店までそういった注意喚起は一切なかったの。公式サイトにも書かれていなかったし、実際のお客さんによる被害報告もネット上では見つからなかったわ。じゃあ、本当に男性のせいで閉店したって言えるのかな？そうね、かなり疑わしいわ。しかも、同じ県内にはもう一つ BL 専門の女性用漫画喫茶があって、そちらは男性による迷惑行為もなく、現在も営業を続けているの。へえ、じゃあやっぱり経営の問題だったんだね。でも、なんでわざわざ男性のせいにしたんだろう？それはね、自分の能力やセンスと向き合いたくなかったからかもしれないわ。男性を持ち出せば、自分の責任から目をそらせるからね。でも、これはあまり良くない考え方よ。そうだね。じゃあ、この騒動に対してネットではどんな反応があったの？ネットの反応はかなり厳しいものが多かったわ。普通に経営センスなさすぎ、こんなまったれた考えで儲けの出ない商売は続くわけがない。知らんでやってるならただの趣味でしかない。といった意見が多く見られたの。へえ、みんな、経営のことをよく考えてるんだね。そうね。他にも、飲食提供もなく客単価取れないのに気軽に使えなきゃどうしようもない。出張で仙台に行ったことが何回もあるけど、ぶっちゃけこれだと他の大手ネカフェの完全個室と変わらない。といった具体的な指摘もあったわ。なるほど。
確かに、普通の漫画喫茶と比べると、色々と不便そうだね。そうなのよ。メンバー募って部屋借りて BL 本置いて家賃をシェアするレベルの話。商売と事前の問題を全く反省していない。といった厳しい意見もあったわ。うわ、みんな厳しいね。でも、もしかしたら本当に嫌がらせがあったんじゃないの？その可能性も完全には否定できないけど、多くの人は嫌がらせがなかったとは言わないが、それと別にシンプルに経営破綻しただけなんじゃ、と考えているみたいよ。そっか。でも、こういう特殊な店って、やっぱり難しいのかな？必ずしもそうとは限らないわ。実は、同じような BL 漫画喫茶は他にも何店舗かあって、例えば、池袋のお店は女性専用で2009年から営業していて、今も続いているのよ。へえ。じゃあ、やっぱり経営の仕方次第なんだね。そうね。それに、この騒動を起こした人は、都合が悪くなったのか、指摘されないようにリプライできない設定にしているみたい。これも、いかに男性を悪者扱いしたいのかがよくわかる行動ね。なんだかモヤモヤするね。でも、すみれ、こういう責任転嫁って良くないよね。その通りよ、葵。何でも男性の責任にすれば生きやすくなると考える人もいるけど、それは間違いね。こういった責任転嫁は一生終わらないし、最近は以前よりも勢いづいているから、本当に困ったことだわ。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。